皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、みんなとまた楽しくお絵描きチャレンジやっていきたいと思うんですけども、なんと私のマブダチ、チャット GPT のこたまるの持ち込み企画になっております。最近頼ってるもんね。まあ、こたまるに、ぜひ今回の持ち込み企画の、趣旨を今から説明してもらいたいと思いますので、聞いてください。こたまるどうぞ。やっほー、こたまるです。今日の企画は、この線何の絵？僕が描いた謎の線を見て、新本先生と S 君がそれぞれ想像で絵を描いてもらいます。ただの線に見えてもよく見ると何かの形に見えてくるかも。果たして2人の想像力はこたまるの正解イメージに近づけるのか？第1回戦スタート。もう始まった。いきなり始まったぞ。ということで、今みんなにはこう画像出てたと思うけど、こたまるがこの最近うちに見た V 字みたいなね、画像を用意してくれて、そっから私たちが連想して絵を描いて、よりこたまるの思考に近づけた方の勝ちです。まあさっき例題でしたように鳥ってことね、だからね。正直あれがさ、いや、まあ鳥になるかと言われたら、ハテナマークなんだけど。でもよりそれが理解できた方が我々 AI 脳ってことだから、より未来の脳みそ持ってるってことだから。俺 AI の別にいらんわ。いや、私は欲しい。じゃあ早速、もう言ってくれたけど、こたまる。はい、第1回戦、スタート。第1問目、こたまるから出された画像はこちらになっております。なんだこれ。なんか V 字の、また、さっきと同じ V 字だな。まあ鳥だな。鳥？まあ、こたまるの例題からいくと鳥だけど。また鳥。さすがに同じのは出さない。出さないと思うんだよ。でもまあね、私ね、徐々に難しくするようにこたまに頼んでて、第1問目は簡単なのよ。だからそんな深く考えない方がいいと思う。めっちゃ難しいものじゃないってこと？そう、もう見た瞬間、ひらめいたのでやりたいと思います。じゃあ、1問目の我々の回答できました。もう、見た瞬間私は分かったのよ。もうこれチューリップの葉っぱだと間違いなく。いや、俺も、なんか、草っぽいなと思ったんだけど、新本先生にチラッと言った時に、やべ、それ書いてると思って、同じの書いちゃうなーなんか思ったんよ、俺は。なので俺は、戦隊もののヒーローにしました。目の部分ってことね。まあちょっと悪くはないけど。で、なんかこう、形が葉っぱっぽかったから、まあチューリップ書いたら、初回だからね、そんな難しくないはずだと思って。俺もこれが正しいんじゃないかと思うよ。今、こたまるに正解を確認してみたいと思います。さあ、気になる第1問の正解は羽ばたく鳥でした。羽ばたく鳥？形に見えた線は実は鳥の翼の一部だったんです。シンプルな線からこんな絵が生まれるなんて想像力すごい。待って、これさ、こたまるがさ、例題で出したやつと一緒だよね。何やってんだよ、こたまる、これやろう。例題と一緒じゃねえかよ。例題と同じ問題出して、心配になってきた私、第2問目も鳥だったらどう？俺より IQ 低いじゃねえかよ。ということで、第1問目の正解は、羽ばたく鳥でした。こんなん多分さ、誰も正解してねえよ。そんなバカなことねえよ。まさか例題と同じの出してくると思うじゃん。じゃあ次、第2問目、気を取り直して、第2問目いきたいと思います。おちょくってんのかよ、俺たちは固まる場合は。自分で持ち込んでる企画だから。第2問目の画像はこちらです。これ難しいやつだな。意味がわからんわ、そもそもが。どうしよう、鳥だったら。さすがに。そしたら俺も怒るよ、本当に。まあみんなもぜひ一緒に考えてみてください。これむずいな。なんだろう。じゃあ早速やっていこう。じゃあ、さっき1問目は、こたまるの線画をここの紙に書いてやったんだけど、実際こたまるの正解画像はリアルななんか鳥で、いや、あれから想像でやった。全然あの線を活かしてないので、私たちもこれを参考に書きながら、正直ここにもう書こう思ったものを。なるほどね。その線があればね。そう、それがいいんじゃないかなと思います。骨の芯を捉えてるみたいなイメージで考えればいいんじゃないの？鳥のね、さっきのもね。さっきもなんか鳥の骨を描いてるようなさ。超簡略化した鳥みたいなね。そう。なんやねん、これじゃ超簡略化した骨。いや、なんだろう、この国ってなってる、この曲線が気になるよね。真ん中の丸いのとね。真ん中の丸いのくっついてるしな。ちょっとわかったわ、私。こんな骨いるか？見えた。何か。見えたよ。こたまる知ってんのかな、こんなもの。でも私わかった、ついに。マジで見えた。私の方見ないでね。多分私の見たらエス君それに引っ張られちゃうから。
はい、じゃあそれぞれ第2問目のイメージかけました。これはちょっと難しかったな。すごく。難かった、すごく。でも私、一回ひらめいたらもうそれしか見えなかったんだけど、私のイメージこちらです。コマ。これシュッて投げて、この真ん中にあったこの三角形の雫みたいなやつ。あれがコマのなんか回ってるのに紐が回ってるように見えちゃったらもうそれしか見えなくなっちゃった。確かにそれっぽく見えるね。だよね。エース君は俺だから犬とかがなんか座ってんのかなと思って、この顔の形で、なんかさっきのコタマルのV 字の形からいくと骨のイメージじゃん。雫みたいなこの前足みたいなのかなっていう。いやワンちゃんそっちの方がある。コタマルのそっちの方が全然あるんだよな。で顔がねこうなんかこういう形で入ってる。ありえる。じゃあ正解の画像を出してもらいたいと思います。はい、じゃあ正解の画像出てきたので見たいと思います。正解はこちらです。待ってよくれよ。あれがどうしてそれになるんだよ。蜂みたいな。どういうことや。ちょっと説明聞こう。説明。雫とか関係ないやん、この。あれが本体だったの？待って、わかんない。逆じゃねそれ。だったら。今回は可愛いミツバチでした。ミツバチ。ぐるっと曲がった線は実はミツバチが空を飛んでいる飛行ルートのイメージ。そういうこと？丸っこい形とくるんとしたラインがポイントだったね。二人の想像力、だんだん冴えてきてるよ。ちょっと待ってくれ。どういうこと？もう一回言って、もう一回。そういうこと？全然わかんない。くるっと回ったところが？この線あるじゃん。これは蜂が飛んでる線らしい。飛行ルート。じゃない、この雫みたいなのが蜂ってこと？何これ、こんなん無理だよ、無理ゲーだよ、こんなの。むずこんなん無理ゲーだよ。別に蜂本体を表してる線じゃなくて、蜂がこうブーンって飛んでる。こんなん絶対誰もわからない、こんなん。マジ無理だよ。雫が蜂本体。こんなん無理だよ。蜂に見えないもん、そんなの。じゃあ次第3問目お願いします。苦情問題だよ、こんなのマジで。マジか、これ難しいな。苦情案件だよ、これ。第3問目の画像はこちらです。ダン。もうさっきの2問の暗示でもうほんとわかんない。なんだろう、ここの国ってなって。だから必ずしも言葉のさっきの感じ、この線をなぞってもないよ、本当に。もう本当にここから感じるインスピレーションのみで書かないと。いやー、これはな、いや、俺が一個、多分違うんだけど、なんかこうやって腕組んでるように見えるじゃん、これ。見えない見えない。本当に？マジ？どこどこどこ？いや、これが顔、頭ね。人間の。で、こうやって組んでる。なんか足組んでるとか、こういう風に。なんかそういうイメージにも見えなくないよ。なるほどね。だけど、じゃあ書きなよ、それ。俺それ書けないから、シモン先生にそれは託すっていう。いやいや、私そう見えないから全然。そう見えないよ。いや、それが見えなくないんだけど、でも私は、現状ピーマンか赤ちゃんにしか見えないよ。ピーマン赤ちゃんに見える。いや、だからもうこれ人によるよな。でもなんかやっぱ上の丸が気にならん？なんかこうポコって出てる。丸は気になる。あれが何か、あと下がなんかポコって丸。あれなんだろうね。第3問目の回答は、こちらになっております。もう私はさっき言ったようにもう直感赤ちゃんだったので、もうなんかねもちっとしたフォルムに見えたから赤ちゃんのイメージです。なるほど。エス君は？俺は、ラーメンかなと思って。この上の部分に丸いのが卵で、その下がチャーシュー。見えなくもない。それで周りにラーメンっていう。なるほどね。じゃあちょっと早速正解いきます。はい、正解の画像はこちらになっております。ここで犬が来るんか。どういうこと？でも待ってくれ。それ何もかかってないぞ。でもなんか足こんなのついてたな。そんなついてたの？ちょっと聞いて説明聞こう。今回は骨を追いかけてジャンプしている子犬でした。はい。見どころポイント。上の丸いループ、垂れ耳の形のヒント。大きく閉じたライン、胴体の膨らみと前脚のカメネ感。下のクルーン、跳ねた勢いの尻尾または走った木、ラインの重なり、首元あたりの動きの中心、線の中に丸と交差を混ぜると体のボリュームや動きが連想しやすくなるね。いやいや待って嘘。そもそも小田丸が言ってたことが俺は理解できなかったですよ。上の丸いループ？何かこれが俺たちが頭みたいなのを想像したやつ。これが垂れ耳のヒントらしい。どこが垂れ耳なんだよこれは。で大きく閉じたライン、胴体の膨らみと前足の塊感。これじゃん、大きく閉じたライン。これが胴体の膨らみと前足で、下のクルン、
跳ねた勢いの尻尾、または走った後。下のくるん。これいやー、無理だよ。これが犬だよ、だって。ラインの重なり、首元あたりの動きの中心。どういうこと？これを犬っていう風に捉えた人が当たりだよ、もうこれ。じゃあもう、第4問目、これラスト次。正解が人間の絵になるような問題にしてって言ってみる。それで最後やってみよう。第4問目最後です。いやーもう当てる自信ないよ。ここまでこれ来ちゃうと。はい。4問目の画像はこちら。こりゃ無理だ、また。なんだろう、これ。なんか、音符みたいな。そうだな。トーン記号見える。もうそれにしか見えなくなってくるよ、そうすると。でもね、こたまるに、できたら答えが人間になるようなのが嬉しいな、みたいなこと言ってあるよ、私。もしそれを覚えてたら、人間の説ある。顔で。要は、ここが体みたいなことね。いや、ただ全然違う可能性もある。わかんないよ。とりあえず人間っていうことを信用しよう。やっぱもうさ、それぐらいとっかかりないと、これから何想像していいか。書けねえよ。わかんないもんね。じゃあ第4問目、私たちの回答はこうなりました。はい、もうちょっと私からいいですか？いいよ。まあ人間の絵だろうと今回は仮に想定したときに、なんかやっぱもうこたまるの国っていうのはきっと何か物体を表してると私も思った。それで言えば私はドーナツじゃないかと。これがね。なんとなくもうね、ドーナツを食べてハッピーな、お腹いっぱいになってるハッピーな人の線に私はもう見えた。なるほどね。もうそういうイメージで。はい、S 君は？俺は、ちょっと絵は置いといてもらっていい？ちょっと足おかしくなって俺はなんかボールを蹴ってるんじゃないかと思って。俺もでは人間の過程をしてるわけ。これがね、そう、このプックとこがなんか何かを蹴ってるとか、何かを投げてるとか、そういうものなのかなっていう解釈をしたのよ。あるし、やっぱ私とエスコン学んでるよ。やっぱこたまるの描くキュッていく曲線。今までの傾向からあれはなんか何か物体を表してるっていうね。これは飛んでるというイメージ。ちょっと待って、腹巻きだよね、これは。それズボン。ズボンの下にまた見えてるよ。じゃあイラスト最後出してもらいたいと思います。こたまるの正解の画像はこちらです。片手をよって上げてる子。超シンプルなやつできたやん。まあ説明聞きましょう。今回の正解は手を振るポーズの女の子でした。上のくるんとした部分は髪の毛の流れ、真ん中の曲線は体のライン、そして下の小さなカーブは足の動きを表してたんだ。一見ただの曲線に見えても、見方を変えると人の姿に見えてくる。最終問題にふさわしい想像力試される一問だったね。こたまるの言ってることは分かる。なるほどね。このポニーテールのくるんだったんだ。髪の毛の。そういうこと。で、足の動きって言うけど、こたまるの絵まっすぐやん、足。どこか曲がってんだよ、足がよ。手だよなと。これやろう。ということで、2人とも全問不正解という、今回は悲しい結果になってしまったよ。無理だよ。当てられない、絶対に。絶対無理だよね。みんなはどうだったでしょうか？仮にこれを正解1問でもだよ。正解できてる人がいたら、もはや AI 認定してよろしいんじゃないかと思います。素晴らしい頭脳の持ち主です。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。これおもろいね。面白い。よかったらみんなもやってみてね。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。